ボンジョー。今日は私が最近発見してとても気に入ったレストラン2軒をご紹介します。動画の中盤ではモンマルトルを散策します。どうぞ最後まで一緒にお楽しみいただけたら嬉しいです。パリ9区フォーブル・モンマルトルという通りを歩いてきました。脇道の果物のスタンドがとっても綺麗でした。ここには老舗のチョコレート屋さんもあります。建物そのものが絵になりますよね。その交差点からビッシェ通りに入ります。目指すお店はこちら。レストランの名前をビアンエルベと言います。ビアンドゥキャリテ、良質のお肉とある通り、こちらはお肉料理を得意とするレストランです。店内はナチュラルで親しみを感じるような内装です。建物本来の石の壁、そしてこの木のテーブルもなかなかいい感じです。Nous sommes un restaurant de viande. Nous avons la chance de travailler avec un producteur en direct qui se situe dans le nord de la France, à Châteauneuf, c'est la petite ville dans le nord-Pas-de-Calais. On travaille en direct avec ce producteur. Donc le midi, vous avez... Ensuite, on va avoir le bœuf de race Angus. C'est un peu notre best-seller. Nous, notre best-seller, c'est les viandes maturées. Pourquoi? Parce qu'on a la chance d'avoir une chambre à maturation. Donc les viandes sont maturées pendant 40 jours. Pourquoi 40 jours? Parce que ça va rendre la viande beaucoup plus tendre au niveau de la cuisson. La cuisson est faite à base de charbon bois. Donc ça a un goût très fumé. ここはもうお肉をしっかりいただきましょう。ということで、お肉に合う赤ワインをおすすめいただきました。今日私は友人の伊藤彩さんと一緒にこのお店を楽しみたいと思います。彼女は私がとても尊敬する食のジャーナリストです。前菜のビーフのタルタルとおつまみのコンテのグジェールが運ばれてきました。綺麗なグリーンのソース、これクレッソンのソースなんですって。ふわっとおろしたコンテチーズがかかっています。お肉が自慢のレストラン。タルタルのクオリティもご覧の通りです。実は私あんまり生肉が得意ではないんですが、こちらのは珍しく食欲をそそられます。包丁で細かくカットしたお肉、確かな食感があって、まるで赤身のお刺身をいただいているような抜群のクオリティの高さを感じました。付け合わせのお野菜の後にはいよいよお肉が登場です。コートドゥブッフ、40日間熟成したもので、これで 800g あります。ポテトフライはビーフの油で揚げたものだそうです。そして自家製のソースが3種類、ペッパーソース、牛の焼き汁、そしてチミチュリというアルゼンチンの
お肉用のソースのようです。どうですか、このボリューム。800g で2人分って書いてありましたけれど、これは 3,4 人でシェアしていただいてもいいくらいの量かもしれません。この付け合わせの春野菜、黄色い人参のピュレとグリーンピース、オフチというイラクサですかねの天ぷらとローストしたカリフラワー。この春野菜の色の美しいこと、炭焼きの香りがふっとまたこれすごく食欲をそそります。あやさんによると最近お肉がとても高価なのでコートドゥブッフ、この塊肉をサービスする店っていうのは少なくなってきているようです。けれども実はこのお店のオーナーであるアルチュール・ルコントさんは仕入れ先のその農場の継続が難しくなった時に農場の経営にも参加するようになりました。つまり食材の生産とそれを料理する場所が直結しているんです。可能な限り最高のお肉を適量食べるというフィロソフィー。食材の透明性という点ではこれ以上正直なレストランはないのではないかなと思います。しかも最上級のものを公正な価格で食べられるというのが大きな魅力。一口味わえばそのクオリティの良さは実感できるのでリピーターが多いというのも納得です。そして私は早速友人ともう一度このお店に行ってみようと思いました。フォーブール・モンマルトル通りを歩いていたらおやという光景に出くわしました。これ何だと思いますか？壁の絵が説明してくれています。薪を使った窯で焼くパン。私たちはたまたまこの薪の配達現場に居合わせたんです。私はバゲットとくるみパンなどを買いました。昔ながらのご近所のパン屋さんという感じですが、パンやスイーツの値段もまた一昔前のままで嬉しくなりました。こういうお店が存続してほしいなぁと切に思いました。さて、今日の私たちのお目当ては22ユーロでいただけるランチセットです。私の前菜はラビオリ。ほうれん草のクリームがついています。そして友人にはタルタルを勧めました。ラビオリの中身はブレッドとオリーブ。そして本日のメインディッシュはソシス・モン・ラガストというんだそうですが、まあ本当に味わい深いソーセージでした。付け合わせのじゃがいもには熊のニンニクというのが効かせてあって、まあ本当に満足のいく美味しいランチでした。さて、モンマルトル散歩、丘のふもとにあるアベス駅からスタートします。アベスの教会の鐘が鳴りました。この春のパリは比較的気温が低くて雨も結構多いんです。なので
このようにからりと晴れた日がとても貴重で、空気が洗われたようで光に透明感がある、そんな気がします。モンマルトルの丘はとにかく坂が多いです。まあそれもそのはず。モンマルトルのモンというのは山という意味ですもんね。モンマルトル散策にはこのルートがおすすめというのは特になくて、小道を気の向くままに歩いていくのがいいかなと思います。迷ったかなと思っても、とにかく上へ登っていくようにすれば、丘のてっぺんにあるサクレクール寺院に着きます。ケーブルカーで登ったり、小さなバスを利用したりすることもできますけれど、できれば歩いて登ることをお勧めしたいと思います。その日その時の発見があるのが街歩きです。小道のこの階段のところに藤の花がきれいに咲いていました。このショーウィンドウ、なんだか変わってるなと思ったら、猫が動きました。置物ではなかったんですね。でも隣にある絵に描かれているのもこの猫ですよね。道行く人に見られていてもこの猫は全く動じません。猫が主人で、私たちは通りすがりのものです。そしてここからは風車小屋が見えます。この風車小屋の下はムーランドラ・ギャレットという名前のレストランになっています。ムーランドラ・ギャレットと聞けば、おそらく皆さんはこの絵を思い浮かべると思います。ルノワールの絵です。少し前にご紹介したオルセー美術館で開催中の印象派展の中心作品にもなっています。この絵は今から150年ほど前にこの界隈で描かれたもの。週末の酒場があって随分とにぎわっていったその風景が鮮やかに描かれています。現存している風車小屋は2つあります。レストランの上にあるのがこれで、もう一つがこちらです。この風車小屋は個人の敷地内にあるので近づくことはできません。これらの風車小屋はゴッホも描いているんです。この絵は先ほどのルノワールの絵から10年後の風景です。オランダのクレラ・ミュラー博物館に所蔵されている絵。以前このチャンネルで美術館の様子をご紹介していますので、ご興味のある方はぜひそちらの動画もご覧になってみてください。こちらもゴッホの作品で、アムステルダムのゴッホ美術館に所蔵されています。こうして見ると、ずいぶん牧歌的な風景が広がっていたということがわかりますね。ゴッホはこの風車小屋からそう遠くないところに住んでいました。そしてこれが現在の風景。
この風車小屋のあるあたりからはパリの街が山の裾野のように広がっているのが見えます。金色に輝くドーム型の屋根、あれはナポレオンの棺が収められているレザンバリートの教会ですね。とっても美しい花壇に目を奪われました。この建物、何かと思って調べてみると、モンマルトルのワイン愛好家協会の建物なんだそうですが、確かに今でもモンマルトルの丘にはブドウ畑があってワインが作られていたりするんですよね。さて、いよいよサクレクール寺院の建物が目に入ってきました。それとともにいよいよ街が賑やかになってきましたね。モンマルトルにゆかりのある画家たちの作品がこうしてポストカードになっています。まさにこの辺り、若かりし日の画家たちのたまり場だったことでしょう。この建物にはその画家たちの名前が記されています。これはオルセー美術館のゴッホの絵、モンマルトルのガンゲットという名前で、この絵はまさにこの場所で描かれたものなんです。庭の部分に酒場があったんですね。1900年頃というポストカードが飾られていました。ゴッホがこの界隈に暮らしてから十数年後の様子がこうして写真でわかります。モンマルトルは今でもアーティストたちの街です。ベルトル広場は絵描きさんたちの舞台ですね。パリの風景を描いた作品を売っていたり、似顔絵をその場で描いてくれる絵描きさんたちもたくさんいらっしゃいます。もう20年くらい前になりますが、私はおばと一緒にここを訪れて、おばは旅の記念にこの場所で似顔絵を描いてもらいました。彼女の最もいい表情を捉えて、画家さんはあっという間にとっても素敵な似顔絵を描いてくれました。その一枚はおばにとっては今でも大事な宝物だと思います。ここでぜひ皆さんにお見せしたい風景があります。ここからエッフェル塔が見えるんです。エッフェル塔が完成したのは1889年ということは、パリに住んでいた時代のゴッホにはこの風景は見えていませんでした。彼は南仏から1890年に再びパリに戻ってきて、こんなものが完成していると思ったかどうか。パリではなく郊外に暮らして間もなく亡くなってしまったので、ゴッホが描いたエッフェル塔というのはないはずですよね。
というか、もし見つかったとしたらそれはすごい発見ですね。モンマルトルのシンボル、サクレクール寺院、改めて調べてみたら、これが完成したのは1891年。エッフェル塔よりも少しだけ後なんですね。意外でした。ここからはパリの風景が一望のもと。先ほどあれだけ坂道を登ってきた甲斐があるというものです。上りはなかなかきつかったですけれども、下りは楽です。この坂をゆるゆると降りて行きましょう。アベスの駅の近くまでやってきました。この辺りに新しくオープンした店があると聞いていたんですが、これですね。コパンという名前のパン屋さんで、パリ市内にもうすでに何軒かあるようです。私は初めて入ってみます。もともとハイブランドのグループで仕事をしていた男性2人が立ち上げたお店だそうです。使っている素材はビオ、小麦粉はグルテンフリーのもの、ほとんどの商品がビーガンを謳っているというのも最近のパリらしいビジョンによるものだなと思います。フランスの伝統的なビエノワズリーもあれば、ちょっと新しい感じのものもあります。ショーケースに入っていない展示方法というのがちょっと珍しいですね。私は迷った末にお店の方のおすすめのこちらを試してみることにしました。中が見えるようにカットしていただきました。こちらのコーヒーなかなか美味しいです。豆にもきっとこだわりがあるんでしょうね。これはグルテンフリーのニューヨークロール、ピスタチオ。なかなかボリュームがあります。私は店内の席に座りましたが、この日の人気の席は外のベンチ。こうして待望の日差しを思う存分皆さん満喫しています。さて、やはり評判のレストランで夕食にいたしましょう。動画の冒頭でご紹介したビャンエルヴェと同じ通りにある兄弟分のようなレストラン、ロフィスです。この方がシェフのシャーレ・ブルーバーさん。パークハイアットワンドームのメインダイニングなどの一流店でキャリアを重ねた方です。今日もあやさんと2人でシェアしながらいただきます。前菜はホワイトアスパラとアンチョビをお願いしました。このアンチョビ、いい具合にお酢が効いていて、お寿司のネタにしたいくらいの美味しさでした。ホ
ホワイトアスパラは絶妙な食感。コック貝とクレソンが添えてあるのがとても新鮮でした。私たちの席からはちょうど運ばれていくお料理がよく見えました。これはタラのお料理ですね。そして私たちのメインディッシュはウェリントンビーフ。このレストランの名物料理です。もう一つのメインディッシュとして豚バラ肉の一品をお願いしました。レンズ豆とヨーグルトのピュレ、ジャマイカの胡椒が隠し味になったソースでいただきます。このフィレ肉をリュクセルで覆ってパイ生地で包んで焼き上げたウェリントンビーフ。お肉の火入れの感じが絶妙なのがご覧いただけるかと思います。添えたソースはカンポットのグリーンペッパーが隠し味になっています。もう間違いなく美味しい名物料理でした。そしてデザートの時間です。私たちが頼んだのはチョコレートのスフレタルト。ちょっと意外な形で登場しました。外側パリッと、中はとってもクリーミー。これを抹茶をあしらったホイップクリームと一緒にいただきます。周りのホロホロのクッキーのようなものはカカオの風味と塩味が凝縮されていて、とてもいいアクセントになっていました。シェフもスタッフの皆さんも生き生きとしていて、とっても気持ちがいい。笑顔が素敵ですよね。夜も更けてきました。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。この動画が気に入られたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。お寄せいただくコメントもとっても励みになっています。ありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。